こんにちは。レイムです。マリサです。実況パート60やっていきます。今回乗る船は随砲と友情です。まだ空母の攻撃力がそこまで高くないペアだな。飛竜から白竜までは一通り実況したけど、砲掌から友情までは実況してないなと思って。で、砲掌も随砲も爆撃の数が違うだけで操作量はあまり変わらない気がするから、砲掌はやらなくていいかなと。確かに爆撃機は操作簡単だからな。一応回避行動で命中数は減らせるらしいが。そう、爆撃機1中隊の増加よりも、戦闘機中隊の追加の方が操作に与える影響は大きいと思ったから、今回は随砲と友情という組み合わせね。1試合目は随砲だな。早速駆逐艦発見。じゃ、操作量も少ないし駆逐艦に来撃しましょうか。ここら辺かな？最近空母乗ってないから感覚が全然つかめないわ。いい感じだと思う。あれ？ 3 発目多弾した？通信状況も特に問題なさそうだし、多弾キットなんて最近全く見かけないから治ってると思ってたんだけど、いや、今のはちゃんと当たってたんじゃないかな。一発目の魚雷で舵壊れてるから多分ちゃんと管理に当たったんだと思う。命中判定が遅れただけじゃないかな。なるほど。航空視点だと魚雷が命中した判定になってもすり抜けているように描画されることがあるから、一発目の魚雷は当たったけど描画されてないってだけだと思う。しかし、開幕からなんか気分悪いわね。別の敵に対して何回も起こるようならもう今回で空母会は最後にしよう。日本空母は一通り実況したし、それもいいかもね。さて、ビス B にもう一回航空攻撃を仕掛けましょう。ビス B 倒せば安心して前に出られるからね。今回はずっと母艦動かし続けてるんだな。戦闘機の操作がない分こまめに送還できるからね。高知や日本空母乗るときは戦闘機と雷撃機の操作でいっぱいいっぱいだから、ある程度前に出たら島影とかに隠れてるんだけど、艦載機の操作に夢中になって母艦の操作を忘れるとそのまま敵に突っ込む危険性があるからな。そういうこと。さて、なんか爆撃機が珍しくきっちりと駆逐艦に爆撃を当ててくれたのでビス B 撃沈。余った雷撃機はバイエルンを攻撃するんだな。C 側にいる巡洋艦はペンサコーラだからね。多分 C の戦艦と駆逐艦がなんとかしてくれると思う。米巡で対空高いから攻撃したくないし。このペアって空母で箱になることあるのか？ティア4とマッチングしたら箱になることはまずないんじゃないかなとは思うけど、密集してる場所に何回も攻撃したらそりゃ箱になるかなとは思うわ。でも、ティア10みたいに攻撃しただけで全機撃墜してくるような船はいないから、その分気が楽ね。なるほど。空母狙いは今のところ遭遇していないわ。それは意外だな。ティアは空母狙いがはびこっているイメージがあったが。ほんと。さて、オマハを攻撃しましょう。対空警戒持ってた気がするけど、オマハなら正直そこまで怖くないわ。なんか一気に大量に削れてる。SAP 弾が突き刺さったんだろうな。走行薄い船の辛いところね。あ、こっちに舵切ってる。一旦母艦に戻すボタンを押して再アプローチ。これでいいかな？さて、魚雷は。いいコースだな。よしよし、オマハ撃沈。それじゃあ今度は空母を攻撃しようかしら。爆撃機を貼り付けてと。C 側は大丈夫そうね。敵の駆逐艦が一隻どこにいるのか気になるけど、おそらく A 側だろうな。ただ、島の配置的に心配しなくて大丈夫だと思う。こっちから来たら味方が多分なんとかしてくれるし、こっちから来ても味方が多分なんとかしてくれるし。今の爆撃機と雷撃機で見つけられなかったってことは、この辺りにはいなさそうね。それじゃ引き続き一番近い場所にいる敵空母を攻撃すればいいかな？それがいいと思う。味方の巡洋艦が空襲されてるし早めにちょっと待った。味方から偵察要請されてるな。じゃあそっちに飛行機飛ばすわね。お、駆逐艦がいるわね。味方さんナイスです。島に突っかえてる今がチャンスだな。多分今ので駆逐艦は沈むわね。よしよし、撃沈。これでもう肉薄雷撃の心配もないな。この敵空母は味方が片付けちゃいそうだし私たちは A に向かいましょう。A にはまだ2隻の敵戦艦がいるからな。このまま近づいて回転率上げればダメージどんどん稼げそう。もう敵駆逐艦も巡洋艦もいないし、敵は全員私たちより隠蔽の悪い船になるから、一方的に視認して攻撃したい放題ね。敵空母はもう味方が沈めそう。よしそれじゃあ敵戦艦に攻撃しましょう。ちょっと見づらいのでもうちょっと上空からの視点にしてと。味方が随砲撃沈。高ティアだと敵空母が沈んでからは戦闘機が飛んでこなくなる分、本当に攻撃が楽になるんだけど、戦闘機がないティア5だと敵空母がいてもいなくてもそんなに変わらないわね。だな。空襲されてる味方を戦闘機で助けることもできないし。そういえば停戦しないのか？このままだと近づきすぎて隠蔽剥がれるけど。目の前にある島にうまいこと隠れようと思うわ。そうすればもっともっと敵に近づけるし、回転率を上げられるからね。あ、発見された。まあ多分大丈夫。すぐに島に隠れられるから。
よし、隠蔽状態に戻ったわね。また発見されました。この島高さが足りないのかな？砲弾遮るには十分な高さだから別に発見状態でもいいと言えばいいんだけど。さてそれじゃあ雷撃。なんか雷撃空中で旋回してるけど、タイミングずれちゃったから何本か外れそうね。一本外れたみたいだな。それくらいならいいかな。むしろ浸水発生してくれてありがたいわ。やっぱ島から出ようかな。危険じゃないか？バイエルンってドイツ戦艦だしそこまで飛行の精度良くなかった気がするわ。艦首向けてれば多分なんとかなるんじゃないかしら。今こっちに飛んできてる砲弾が危険だわこれ。半分くらい HP 飛んだんだけど。というか、今更なんだけど HP 減る時の効果音どうにかならないの？この方が面白いと思うんですよ。状況的には全く面白くないんですよ。むしろ危機的状況なんですよ。面白いとか言ってる場合じゃないんですよ。誰かさんみたいに。それって私の感想ですよね。そう言ってるんですよ。なんだろう。本当のこと言うのやめてもらっていいですか？お前今すぐひろゆき氏に土下座してこい。さて、そんなアホな会話で時間潰している間にまたもや HP が削れました。なんだよこの HP もう虫の息じゃねえか。一応隠蔽状態に戻れたから、このまま行けばなんとかなるはず。ただ不走がこちらに近づいてきてるわね。隠蔽割られたら次の戦車でやられるな。全力で交代して逃げるわ。で、あとちょっとで7万ダメージに届きそうね。爆撃機がもう在庫冷機でさっきの攻撃で何機か撃墜されたから、もう3機ずつに中隊出すことはできないな。合計4機しかない。雷撃機も残り5機しかないわね。こちらに関しては1中隊しか出せないし残り時間的にも問題ないんだけど。まずい。キルパクみたいになっちゃった。私たちがずっと削ってたのは不走じゃなくてバイエルンだから、これは確かにキルパクだな。そしてそのままポイントが1000に到達。結局7万ダメージいかなかったわね。いっか。さてそれじゃあ2試合目の友情ね。さっきの随砲に戦闘機が追加されたような船だな。他に大きな違いってあったっけ？強いて言えば、雷撃機の HP が随砲から増えてるわね。爆撃機の HP は変わらないのか？ギアが上がってるのもあって少しは増えてるんだけど、雷撃機ほどは増えてないわね。なるほど。航空機の在庫はどっちも増えてるわ。さてそんなわけで飛行機を飛ばしていきましょう。いつものごとく雷爆戦の順で飛ばしていくわね。で、場合によっては攻撃機を少し引き戻すわ。この順番って何か意味あるのか？これね、いろいろ試してみてこれが一番個人的にしっくりきたから続けてるだけよ。昔は爆雷戦の順で飛ばしてたわ。戦闘機から飛ばしてたわけじゃないのか？開幕飛行機飛ばさない人とか戦闘機しか飛ばさない人って割と多いじゃん。そういう人に対して戦闘機から飛ばしても攻撃機の発艦が遅れて時間の無駄だし、あと戦闘機から飛ばすと戦闘機と攻撃機の間が離れて嫌だったのよ。なるほど。ただ、そういうプレイ続けてたらある時たまたま軍隊で一緒になった人に、いきなり空母の手ほどきその1戦闘機から飛ばすべしとか言われてね。こちとら色々考えてんのにいきなり手ほどきとか言われて腹が立ったわ。さてと、一旦母艦の操作に移りましょうか。まずい。バイエルンさんと衝突しちゃう。ごめんなさい。で、続きは？そのことについて他のプレイヤーの方々に聞いたら、本当に詳しく色々教えてくれてね。で、戦闘機最初で試してみて、合うか合わないか試してみたらいいんじゃない？っていうありがたい意見をもらったのよ。で色々試している間に、さっき言った雷爆戦で飛ばした後様子見というプレイスタイルになってね。そんなことがあったんか。実況始める半年くらい前の話だけどね。その時色々教えてくれた人たちには本当に感謝しているわ。さてと、話を試合の方に移していきましょう。今は A を戦闘機で援護して C に攻撃機を飛ばしているという状況だな。で、母艦で B を占領しに行こうと思ってるわ。あとなんか敵の戦闘機が釣れてるみたいなので空中戦させておきましょう。そういえば解説動画みたいなの作ってほしいという要望をくれた人がいるんだけど、作らないのか？正直、自分のプレイに絶対的な自信があるわけじゃないから作りたくないのよね。なんというか、自分が正しいと思い込んでることの押し付けになりそうで怖いわ。というと？例えば空母に乗ってる時の駆逐艦への対処なんだけど、私はこれに関して、何回も攻撃外すくらいなら道中スポットさえすればいいと思ってるのよ。でも、攻撃を何回外してでも駆逐艦に終始粘着するべきだという人もいるじゃない？いろんな考え方があっていいと思うのよ。それの何が問題なんだ？私が解説動画なんて作ったら私のプレイスタイルの押し付けになりそうでね。それが嫌なのよ。実際私は知らない人にいきなり空母の手ほどきとか言われて本当に嫌な思いしたわけだし。そりゃプレイスタイルいきなり否定されたら嫌な気持ちになるわな。味方にとって大先輩みたいなことをしなければ、プレイスタイルなんて自由だと私は思うんだけどね。だから、基本は実況というスタイルで行こうと思ってるわ。さて、また敵戦闘機が釣れました。戦闘機の釣り方ですが、図で説明するとこんな感じです。敵の戦闘機がくるくる回ってる時、まずは敵戦闘機の奥の方に自分の戦闘機を向かわせます。すると敵戦闘機が食いついてきます。あとは空中戦始める前に自分の方に釣ってしまえば終わりです。
味方の上空、母艦の上空、好きな場所で戦わせましょう。戦闘機は移動中、空中戦よりも移動を優先するからな。だから敵戦闘機が空中戦状態になっても、こっちは移動中だから空中戦状態にならないし。そう。そのまま近づきすぎると空中戦始めちゃうから、そうなる前にそのまま釣ってくる感じね。というわけで極論を言えば、戦闘機何が何でも釣られたくない人は、試合中攻撃の合間にずっと戦闘機動かし続けてればいいのです。目標地点にたどり着く前に次の目標地点を指定ということを延々繰り返せば、その間ずっと移動状態になるから基本的には釣られないな。まあ、サイパンの戦闘機なんかは異様に速いから、たとえ釣ったとしても途中で追いついてきて撃墜してくるのよね。やっぱり害悪だな。さて、試合に話を戻しましょう。インディペンデンスの戦闘機は3機1中隊で、搭載機数は全部で9機。3回釣って全機撃墜したから向こうはもう戦闘機出せないな。ちなみに友情は戦闘機が6機しかないから、2回全滅させたらもう使えなくなるので注意ね。制空という点ではインディペンデンスの方がいいのかな。いえ、制空は友情の方が得意だと思うわ。というのも友情が積んでる戦闘機は、みんな大好きゼロ戦だから、戦闘機1中隊あたりの性能で言えばほぼほぼインディペンデンスの上位互換なのよ。単に予備機数が少ないってことか。そういうこと。だから戦闘機釣られない自信がある人は友情がおすすめかなと思うわ。攻撃力は？それは多分インディペンデンスの方が強いわね。魚雷は向こうの方が多いし、爆撃は向こうの方が少ないけどもともとアメリカの爆撃は優秀だし、制空の日本と攻撃のアメリカって感じか。日本空母の攻撃力が本格的に高くなるのは次の日言うからなんだな。その認識で合ってると思う。さて、いつの間にか4万ダメージに、今回7万ダメージいけるかもな。艦載機も十分残ってるからね。で、ミニマップ見ると敵の巡洋艦と戦艦が近づいてきているわけだけど、このままだと発見されるな。でも更新で隠蔽を維持し続けると敵との距離を 8.4 キロより縮められないわね。そんなわけで島の後ろに隠れるわ。これなら島を盾にして敵との距離をもっと詰められるな。島の高さも十分だから隠蔽維持できそうだし。なんでわざわざ敵との距離を詰めるのかというのが疑問な人に一応解説しておきますと、一言で言えば攻撃の回数を増やすためです。飛行機は敵にたどり着くまでに時間がかかります。帰ってくるのにも時間がかかります。距離が長いほどかかる時間は長くなります。1回の攻撃にかかる時間が長いと、当然1試合あたりの攻撃回数も減ります。攻撃回数多い方がダメージ出しやすいのは自明ですね。そんなわけで攻撃回数を増やすためにできるだけ前に出るのです。たまに試合開始してすぐにマップ端まで更新する空母がいるが、あれだと回転率が下がっちゃうからな。そう。ステージアで空母狙いされてトラウマ植え付けられてるのかもしれないから、後ろに下がりたくなる気持ちはわからなくもないんだけど、後期アではあまり後ろに下がらないでほしいわね。さて、距離的にはもう隠蔽割られてるんだけど、間に島を挟んでるおかげで私たちは隠蔽状態になってるわね。この距離ならもう発艦してすぐに攻撃できるな。ポイントを見てみると味方の勝利はほぼ確実だぜ。安心してこの場所に居座れるわね。そんじゃ前期モロトフに攻撃。島の両側から挟み撃ちされないように片方を確実に倒すわ。一隻だけなら島を挟んでぐるぐる回れば怖くないからな。雷撃はここら辺でいいかな。爆撃機の残り機数が6機終わったから、もう2中隊フルで繰り出すことはできないぞ。雷撃機はまだ在庫に余裕あるけど、雷撃機よりも爆撃機の方がつきやすいのよね。攻撃するとき爆撃機を盾にして雷撃機への対空砲火防いでるからな。そう。HP は圧倒的に雷撃機より低いし、それでいて一度に2中隊攻撃するから1回の攻撃での損耗が激しいのよ。ちなみに私が日本空母進めてた当時は友情の爆撃機が今より3機少なかったわね。となると、今以上に空になりやすかったわけか。そうね、当時は今より艦載機の運用が下手だったのもあってほぼ毎試合爆撃機が尽きてたわ。なんか雷撃機が空中で停止してる。たまにあるよなこのバグ。ね。まあ多分運営が直してくれるでしょう。グリッチ直してくれたぐらいだし多分これも直してくれると思うわ。さて前進に切り替え。爆撃機の整備完了。ついでに7万ダメージ突破。あと10秒ないけど攻撃間に合うかな？四方撃てるわねこれ。撃っちゃいましょう。あとはトンズラ。爆撃機結局間に合わなかったみたいだな。まあこんだけダメージ出せば十分。というわけで、今回はティアボト6の空母の動画でした。15分近くのご視聴お疲れ様でした。次回はティア9の船です。それでは今回はここら辺で、ご視聴ありがとうございました。